ゴロゴロ旅です。配車アプリで港に向かう私たち。ヘルシンキでの暮らすような旅は終わりました。素晴らしい時間でした。次の国は海を渡ってエストニアのタリンです。ここヘルシンキの港からはエストニアのタリンのほかスウェーデンのストックホルムまでフェリーで行けます。改札を通った後、乗客の整理がうまくいってなくて結構立ったまま並びました。ヘルシンキからタリンは82キロほどで、今回のフェリーバイキングエクスプレスが約2時間から2時間半で結び、海上バス路線のような感覚です。もうすぐ出港のようですね。船内放送ではフィンランド語、エストニア語、スウェーデン語、英語が話されています。このフェリーは北欧とバルト諸国を結ぶ人と物資の大動脈です。エストニアがソ連だった時代には自由な往来はできませんでしたが、海を隔ててわずか80キロ余りのフィンランドはエストニアの人々にとっても最も近い西側世界でした。出港しましたね。いいね。船は楽しいね。あんなとこにお家があったらいいね。それでやっぱり乗り込んだ時にはよくご存知の方がもう窓際をこうね埋めてるから、そんなにいい席はなかったけど、それはそれでいいです。で、何かね食べないとここに座っててはいけないみたいなので、何か軽食を頼みたいと思います。もしかしたらねゴージャスなレストランもあるのかもしれないけど、荷物もあるし、2時間だし、ちょっとそこで頼んでいきたいと思います。あんな出島もあるんだ。出島っていうか、わあ素敵。その外海じゃないから静かよね。そうだね。でもね少しこうなったりするのを感じますね。エビね、ついエビばっかり選んじゃう。中にゆで卵入ってんだ。おいしい。エビとゆで卵おいしい。めっちゃおいしい。なんかここのエビが一番落ち着いているからか美味しく感じる。今までのエビ3、4回食べたけど、この後は交代で荷物を見ながら船内の体験に出かけます。やっちゃいました。私が、座っていたところは一番質素なところで、もっといろんなものが食べるところがあったのにとちょっと残念です。このビュッフェなんか良かったかもしれない。船の甲板に出てリラックスすることもできるんですね。荷物ってどうしてるんだろう。この方たちはスーツケースここまで持ってきてる。私たちはクルーズ船に乗る機会もありますが、船尾から見える白い鉱石は同じですね。船旅そのものを楽しむクルーズ文化が広く親しまれるようになったのは20世紀後半1960年代からです。今では船旅そのものを楽しむクルーズも人気ですが、それまでの何千年もの間、船は人や物資を運び、国と国を結ぶための乗り物でした。このヘルシンキとタリンを結ぶフェリーも今なお暮らしと物流を支える大切な航路です。やっぱり船の上で
のこうやって船に乗って移動するのはたまんなく気持ちいいですね。今ね、こう進んでますから、向こうが南側で、こっちが北極ですよね。フィンランドですよね。えー今回は完全に、食事するところをミスりましたね。こういった見取り図をあらかじめ見て自分たちが行く場所決めといた方が良かったなと思いました。私がいるところは多分このレッドローズカフェだと思います。こっちのデリの方がマシだったし、こっちなんか豪華だったし、ちょっとね失敗しました。この下の階にはお買い物するところとかあるみたいなので見てみたいと思います。さらに下はこういうキャビンになっていて、客室になっていて、2時間ばかりで使う人がいるのかどうか疑問ですけれども、であとね下はね車の置き場になっています。このお手洗い信じられないですよね。いくら外に人がいないからってこの開放感、これはいいトイレだな。ゆっくり海を見ながらお手洗い。フィンランドの人たちが物価の安いタリンへ買い物に行くという話を聞いたことがありましたが、近年はお酒の税制度の変化などで以前ほど価格差はなくなりました。それでもビールやお酒のまとめ買いをする文化は今も続いています。船内のショップで買い足し、タリンのスーパーでも買い物を楽しむイベントになっているそうです。海の向こうにエストニアの大地が見えてきました。フィンランドを含むこのエストニアの一帯は約2万年前にはアラスカのような氷河に覆われていました。氷河が大地を削り、その後地盤がゆっくりと隆起して海から姿を現した石灰岩の高台、それが今見えている、あそこに見えている歴史的地区の高台です。なぜだか下船の時は少し悲しい。エストニアのタリンに上陸しました。船で来ると本当に上陸って感じがしますよね。ここは港、そして向こうの塔の方が、旧市街で丘になっています。確かね石灰岩の丘になっていて、これもね氷河地形の名残だそうですね。今からウーバーかボルトか配車アプリを使って、宿まで行こうと思います。夫はね一応ね警戒して周りをプレーリードッグのように見てくれています。ヘルシンキからわずか2時間、エストニアの首都タリンの人口はおよそ46万人。世界遺産の旧市街を中心に中世の街並みと現代的な都市機能が共存しています。エストニアは世界有数の電子国家としても知られています。私はなんとなくフィンランドの方が栄えたイメージを持っていましたが、中世に国際都市として先に栄えたのは実はこのタリンです。ハンザ同盟の主要都市としてヨーロッパと交易を行い、ヘルシンキが首都として本格的に発展する何百年も前からこの町は繁栄していました。この町で暮らすような旅を始めるのが楽しみです。歩いてもなんとか30分で来れそうだったけど、
やっぱりシニアだからもうやめよう。そうですボルトに乗ってよかった。そして今回も Airbnb なんですけれども、 Airbnb の鍵をこのホテルに預けてもらってるらしいんですよね。取りに行ってみたいと思います。すぐ鍵くれた。すぐ前くれる。ちょっとね、そのホテルからエアビーまでがどうだろう、2、3分かな。でもなんかヘルシンキより暑い気がするよね。あのトラムでも来れたのかもしれない。わあ、綺麗なところ。わあ、駅のね真横だからね、あそこはね駅なんです。駅ね、駅後ろね。わあ、綺麗なところ。今回のね Airbnb はね、もうよく言っちゃうけど、もう早く言っちゃうけど、そこに駅があって、そして真横に大きい市場がある、本当に目の前に市場がある、そういうね食いしん坊の私にはぴったりの、エアビーなんですよね。そろそろかな。このアパートです。そしてそこにもう大きな市場があるんですよ。それが建物なんですけどね。さあ入ってみたいと思います。4の A だって言ってたな。よし。なかなか気持ちのいい、Airbnb です。表の道路に面した建物じゃなくて、同じ団地というかマンションの別の棟みたいですね。これ木になってるんだ。でまだちょっと荷物背負ったままですけれども、ルームツアーをしたいと思います。ベッドルームがこちらでかなりちっちゃいんですよ。ベッドが置いてあるだけのギリギリのお部屋でベッドだけあって、窓があるからいいと思うんですね。でここがドアもなくって本当に小部屋で仕切ってるという形です。そして、このようにね、景色はいいですよね。こっちからもねこう出ることができてね、本当気持ちがいい。こうなってるんですけれども、涼しい。そしてお部屋がこんな感じです。ちょっとね表で工事をしてるんですけれども、こうありまして、私たちはデスクが必ず必要なので、いっぱいデスクが必要なので、これがあることは確認しました。そしてキッチンはこのようになってます。で使いやすそうですよね。そしてやっぱりね、いいエアビーかどうかはちゃんと綺麗なこういう新しいの用意してくれてるといいですよね。そしていきますと、まずこちらは何かな。ちゃんとね、ワインを飲む方用のワイングラスとかカップとか、電子レンジ、布巾もありますね。お皿も十分。フライパンにボウル、ミキサーもあるのかな。違う、あれはピッチャーだね。そしてこれがカトラリーですね。フォークとか揃ってますね。いいですね。そしてオーブン、やっぱりねオーブンがあるといろんなものができていいですので。そして4つ口 IH、これコップか。コーヒーもあります。そしてトースターにコーヒーメーカーにケトルですね。そしてこちらゴミのね処理がきちんとできるようになっています。そしてこれが食洗機で、これ60センチじゃなくて45センチだからちょっとちっちゃめですかね。この間よりも。実は我が家は60センチの食洗機を入れているのでちっちゃく感じてしまいますが、でも本当にあるとありがたいですね。こんな感じになっています。そしてお風呂場行ってみましょう。こちらがクローゼットなんだね。これは何かしら。ち
ょっと不思議です。スーツケース置くのにちょうどいいですよね。確かに。でこれが余分なお布団に掃除機。意外にね、もう3日以上になると床がちょっと汚れが気になるので、やっぱり自分で掃除できた方がいいですね。そしてクローゼットがあって、これはちょっと丈が短くて使いにくい感じかなと思います。そしてお風呂ですね。広い感じですね。シャワーブースがありまして、ハンドシャワーと、そして清潔なお手洗い、そして、全自動の洗濯機があります。ワッシャー&ドライヤーだから乾燥までできるみたいですね。そして洗面と、これは何か見てみましょうか。タオルの予備も、トイレットペーパーの予備もあった。よかった。タオルの予備もあれだけありますね。はい、このようになっています。いかがでしょうか。あそこが私たちのマンションなんですけれども、もうこうしてここが大きいね、このタリンで一番大きいマーケットになるんですよね。最高のシチュエーションでしょ。絶対にさ、ヘルシンキよりさ暑いっていうか、夏らしくなってきたよね。絶対違うと思う。夏らしい。スイカがすごい。スイカが美味しそう。通貨は変わらずユーロです。大きい市場。今4時近いですけれども、まだ市場は盛況ですね。このエストニアのタリンのこの市場に来て、私すごい興奮してます。国の優越はないけれども、食物というか食べ物に関して全然ね、アグレッシブ。僕にはもうちょっとフィンランドの方が定番のものをみんなが食べてるという感じがあったんですけれども、この国の人たちも食べ物にちょっと狂ってます。いろんなものを作ってます。魚も干物があります。なんかね、お肉ももういろんな種類があってね、あと人種も北欧の人っていう感じじゃなくて、割とちっちゃめの感じ、背が低い小柄な感じになってますね。ちょっとずっといるので興奮せずに着実に買っていきたいと思いますけどね。興奮しています。すごいわ、もうすごいわ、いいとこ選んだわ。色がついてない着色料。エストニア西部の島ムフ島のパンの店です。午後3時、人気商品は売り切れのようです。これがヘーゼルナッツが入った黒パンだそうです。こっちになるとチョコレート味になるそうなんですよね。魚介を扱うお店のコーナーが特別に設けられていて、なんかすごそう。すごい燻製コーナー、すべて生で食べられるそうです。低温燻製させたニジマス、日本の鮭とばに似ているけれども、こちらはもっとしっとりしているそう。小魚の燻製にサキイカまでありますね。エストニアも魚が好きな民族なんですね。魚の凝ったお料理が勢ぞろい。私が購入したのはこの鮭のロールとバルト海のワカサギのフライです。
これもスライスしてパンにのっけて食べるサバです。スパイス入りのサバです。もういろいろ美味しそうで、タコの燻製まである。何でも燻製にするんですね。何でも燻製にする人たちなの。もちろん生のお魚も勢ぞろい。新鮮そうですね。大きなピースを2つで1300円。ヘルシンキの約2分の1です。やっと物価が下がってきたのを実感します。トマトの種類何種類あるんでしょう。この横の方が、買っていたトマトにしました。お支払いは市場であってもクレジットカード OK。 ここでもベリーがこんなに勢ぞろい。明日買いに来よう。また地元の方が大量買いしていたこのチェリー、8月初旬の今はエストニア産のさくらんぼが旬を迎える季節だそうです。7月下旬から8月でこの時期だけ市場やスーパーに新鮮なさくらんぼが並びます。エストニアは冬が長く果樹の栽培期間は短いものの、夏は日照時間が非常に長く白夜に近い環境の中でたっぷりと光を浴びて育ちます。そのため短い夏に一気に糖分を蓄えた旬のさくらんぼを楽しめるのもこの季節ならではの魅力です。ひとまず休もうか。これ食べてね。はい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 、どうぞ。あっという間に食べちゃうね。そうだね、美味しいね。Airbnb にチェックインしたら、身の回りを除菌するのは自分の体を守るためです。今までは神経質だからと分かりやすく言ってきましたが、正確に言うと病気を防ぐためです。風邪などの感染症は手についたウイルスが目や口、鼻に触れることで体内に入ることもあるかと思います。だから私はできるだけ顔を触らないようにしています。皮膚科の先生にも顔を極力触らないようにと指導されていて、私の場合はそれで顔の肌トラブルもなくなりました。前はねちょっとひどかったんですよ。ドアノブや扉の取っ手、冷蔵庫の取っ手、トイレのレバー、椅子の持ち手など多くの人が触れる場所に注意してすっきりと掃除します。これでね全部きれいにすると、この部屋がね自分に合うようになったって思ってアットホーム感が増すのも嬉しいんですよ。そしてね、ちょっとやっぱり余裕があれば、この食洗機なんかあれば特にね、これ使う前のこの食器を、洗っておくのがいいのかなと思います。だいたい綺麗だとは思うんですけども、時々そうでもないこともありますので、洗っておけばいいかなと思います。相当綺麗になってますね。おー、これも綺麗になってますね。ナイフ、フォークも全部綺麗です。香りがいい。エストニアではライ麦を使った黒パンレイブが
昔からの日常の食卓に欠かせない存在です。しっかり酸味のあるものだけでなく、モルトを使って少し甘みを出したものやナッツを加えたものなど種類がとても豊富です。同じようにライ麦パンの文化が根付いているフィンランドではルイスレイパと呼ばれるパンが代表的です。こちらはサワー種を使ったはっきりとね酸味と密度の高い食感のものが多く、伝統的な穴あきパンには長く保存するために乾燥させていたものもあります。比べてみるとフィンランドのライ麦パンは酸味とライ麦のそのものの味が強く感じるものが多いのに対して、エストニアではねモルトの甘みとかナッツなどの味の幅が広いのかなと思います。こうやってねバルト海沿岸のライ麦パンを食べ比べしてみていくのが楽しみです。1週間ごとにいろんなキッチンを体験するっていうのもちょっと面白いですよね。このキッチンは結構ね私の自宅のキッチンに似ています。今日は、オーブンを使って買ってきたお惣菜を温めたいと思います。で、日本だとなんとなく電子レンジでみたいなことが、それから魚焼き器を使うことが多いですけれども、こちらはねこんな大掛かりなオーブンで温めることになります。こうちょっと計画的にやってパンも一緒に焼いちゃうといいのかな。市場でちょっとだけ買い物をしたんですが、気づいたことが、とてもね私ぐらいの年代の人がねソ連的なんですよ。なんかね私世界各国に行って英語も下手だしね、いろいろ難しいことも多いけれども、割と笑顔で乗り切ろうとする技を持っているんですよ。ところが一切通用しない。こんな顔でね店員さんの、私ぐらいの年代の店員さんが怖いんですよ。でもずっと笑い続けると最後ちょっとニコッとしてくれてるような気もするんですけれども、そうなんですね。でもよく考えてみたら、私の年齢の人は30歳ぐらいまで、ちょっと後で調べたことがあるんで載せますけれども、まではソ連だったんですよね。ソビエトだからソビエトに生まれてるんですよ。だからねやっぱりそうですよね。だからそういったものの考え方が、最近の人はねもういろんな西洋の文化とかいろんな交流があるでしょうから、英語も話せるしあれですけど、そう英語で話しかけた時の拒否感がすごかったような気がします。だからやっぱりねソ連の面影っていうのがやっぱりこう感じられますね。でね、今回買ってきたのはサーモンの中に何だったかな、忘れちゃう、こんな詰め物してある。なんかねちょっとねそのどっちが優劣っていうことはないんですけれども、こっちはね干物文化とかお魚の種類がすごく多くって、いろんなことをして食べようっていう気がしてる気がします。ちょっとねイタリア人の食に対する姿勢が深すぎて、ちょっとやりすぎだよと思うぐらい食に対することがすごくて、アイデアもすごいですけど、ここのねタリンの市場を見てもそれを感じましたね。豚肉で作っているハムみたいなものも添加物とかなさそうな、着色料もないやつの手作りなのがバーッと並んでたりとか、すごい種類が豊富でとても楽しいです。すごいきゅうりが粉を吹いて、このねトマトのヘタが屈強で取れない、すごい屈強、パンパンに張ったトマトです。赤いのにすごい香りもすごいです。ちょっとじゃがいも、今回はブラシを持ってくるの忘れちゃった。
あった？あったあった。まだ板がなかった。今回、エストニアに来てから2つじゃがいもを買いました。あ、こっちの銘柄のシール外しちゃったな。どこだったかな。この赤いのも美味しそうでしょ。食べ比べしたいなと思って。あ、一度に食べ比べすればいいんだ。今やろう。じゃあこの白いじゃがいもから。まだエストニアについてから、タリーについてからこちらのチーズは買ってないんですね。今日だからチーズなしのこのじゃがいも料理でいいと思います。お魚食べるんでね、味が濃いと思われますのでいいと思います。さあ次これです。どうなんだろう。変わんなかったし、あ、色が変わんない。中赤いのかと思ったけど変わんない。あ、でもちょっとほんの少し黄身が強いですね。こんな違いです。わかるかな。これがこっちね。これがこっちで、じゃあこれを並べたいと思います。本当にね、AI がよくって、今もこのコンロにロックがかかっちゃったんですよ。安全のためだとは思うんですけれども、ロックかかっちゃって取り方が分からなくって、そしたらマニュアル読もうかと思ってちょっとマニュアル探したんですけど、AI に聞けば一発でした。どうやって並べたら、こっちが今これ赤いやつ、これ赤いやつ、赤いやつ、皮の部分で分かりますね。ちょっと赤いから味の違いが出ると面白いですよね。これはこっちか。赤組と白組で、さあこうです。こっちから赤、こっちから白。さあ、なんか芯のここが少ない感じのトマトですね。ホテルに泊まった時にでもちっちゃいねナイフなんか持ってたりすると、このきゅうりだったりトマトってナッパに比べて菌が入りにくいじゃないですか。ナッパとかだったら分からないけど、ピーマンも中に入らないし、自分で洗ってホテルの部屋で食べれるので、こんなキッチンがなくても部屋食べが可能だと思います。ほら美味しそうなきゅうり。もうちょっと切ろうかな。市場にはね、ウズベキスタンからの果物とかもあって、やっぱり大陸だからこっちはやっぱりフィンランドとはねちょっと陸続きじゃないから違うんだなと思いました。ここにいろいろ乗せようと思います。そして昨日ねちょっと油だけは買ってきました。ここにはひまわり油しかなかったので、私はちゃんといつもエクストラバージンオイルだけを使うと決めているのでこれにします。ちょっともうオイルかけとこうかな。薄くじゃなくて、ここがしっとりしていいね、いい感じですね。これ焼いてもいいけどこのまま香りがいいんですよね。ちょっと薄くなっちゃった。こんぐらい食べますかね。美味しそうです。オーブンもできてます。すごいのが出来上がりました。私が作ったんじゃないけどすごい美味しそう。これだけでも良かったかも。こんなにこれたくさん食べれないよね。そう美味しそう。カリッと。こっちが赤、こっちが白ね。これがこっちが赤っぽいやつで、こっちが白っぽいやつで味違うのかな。でも見た目全く皮がちょっと赤いだけで。
変わんない。美味しい。もしかして水っぽいかも、白っぽい方が。味はそんな変わんないけど。さあこのポテトと一緒にこのね鮭の何だったっけ、調べたけど忘れちゃったな。中にチーズとキノコが入ってる。すごい。香り高い。これはそんなさ食いつくもんじゃなくて、ちょっとほぐして食べてよ。これね、鮭にね、なんかチーズとこのキノコ類が入ってて、ちょっとお上品な玉ねぎも入ってるのね。いいわこれ。この鮭の部分がよくこんなことできたね。なんか皮があるのかな、これ。ここの中にで鮭だけでこんな上手に巻ける？なんか皮みたい。でも鮭だけみたい。なんか小麦粉の皮とかなかったのね、春巻きの皮みたいなのあったら巻けるけど、いや上手に巻いてるね。売ってる女性に聞きたいけど、剣幕じゃ怖いよねでも怖いけど通ってまた聞いてみると、交流があるか、それともすごく怒られるか分かんないけど、買ってるんだから怒られないと思うわ。やっぱりね、50歳以上の多くはソ連時代に生まれて成人してから祖国の独立回復を体験した。だからソ連生まれなのよみんな。そういうことね。そうね。私がソ連叩いちゃったマイク。ソ連生まれだったら全然違うよね。だから日本で言うなら戦争体験した世代っていうことかもね。いや大変だよ。笑ってらんないよね、ヘラ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 ね。確かにね。ヘラ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 やっぱり水っぽいねこっちね。ワカサギみたいなやつ、やっぱ頭から食べる文化なんだね。美味しいよね。そうこのパンね、ちょっとねやっぱりフィンランドのパンに比べると甘い麦芽とか糖蜜が入ってる。このナッツがヘーゼルナッツ入ってて、甘酸っぱいわ。美味しいね。これバター塗りたいよね。タリンも美味しいものがたくさんあるので楽しみです。それではご視聴